魂喜ぶ人生の扉の鍵をお手元に。音響き光の鍵師ウェイクアップアーティスト天野恵子です。今日はですね、11月のギャラクティックアップデートのテーマであるハートの豊かさについて、また受け取ったメッセージを、シェアさせていただきます。ハートとね、豊かさと聞いてどんなことが思い浮かびますか？喜びとか包容力、愛などでしょうか。人間関係にまつわる豊かさ、食の豊かさ、時間の豊かさとかね、自由などを思い浮かべる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これらもね、全部ね、ハートの豊かさのための大切な要素ですよね。ですけれども、このね、地球上において経験できるハートの豊かさっていうのは、このね、類稀なる異種なその人たちがね、共存するこの非常にね、振り幅の広い体験から得られる全ての感覚と感情だと、言ってるんですね。その振れ幅の大きさ、奥行きの深さが豊かさですと。ということは、その豊かさを得るためには、あなたが今思った例えば喜びの反対側、つまり悲しみ、までのこの幅が体得できているということが含まれている。そのどちらかがね、こう分離した状態では豊かではないというふうに視点を変えて言うならね、そういうことになると。そう、局地的なこうね、こっちかこっちかっていう体験、それらが統合された状態、どちらかを否定していない状態こそが豊かさだと言えないでしょうかということなんですね。で、決してその二元論が全てであるって言ってるわけじゃないんです。世の中全部二元でできてるっていうわけではないんですけれども、でも今その私たちはまだ確かに二元の世界を体験している、その私たちにとって苦しみのもととなっているのは、この切り離し、分離によってどちらかが正しくてどちらかが体験すべきでないもの、忌むべきものとなってしまいがち、なところにある。で、実際ね、その苦しい体験っていうのは実際苦しいわけですよ。で、私たちはこれまでにね、それをもう数々、経験してきているし、それがゆえにトラウマになっているのも事実ですよね。ですけれども、時は今、統合のプロセスを後押しするようなステージへと入ってきているよということなんですよね。で、その苦しい思いを見ることすら辛いっていうこともね、あるかもしれないと思うんですけれども、大体そうなってるので、そこをね、見えないことにしちゃってるんですよね。苦しみから悲しみなどの理由で自分の一部を切り離してしまったみたいなね、そんなこと、そしてそれを忘れてしまってるっていうのが私たちだったりするんですけど、その部分とね、再び出会って受け止めて統合していくっていうことが私たちのハートの豊かさを、確かにしていく、そんなプロセスなんですよね。で、実はね、この11月1日の新月の時にギャラクティックアバンダンスにね、参加していただいた、皆さんで話し合って、最終的にね、落ち着いた宣言文っていうのが、ですね、参加者はね、それぞれ2027年の11月1日までに、3年余裕を見たんですけれども、おのおののね、自分の中の光と闇を77%以
以上統合しているっていう、宣言文になったんですよ。これ別にこのメッセージを受けてたわけじゃなくって、いろいろみんなで話し合った結果ここにたどり着いたんですけれども、まさに、今回ね受け取った先ほど、私の方で申し上げたメッセージの通り、そう統合だよねっていうことで、この1週間ですね、いろいろセッションした方々が図らずもここのね、気づいてなかった自分のこう分離した自分、との統合セッションになってたっていうのが、連続して発生していて、ふと気がつけばそうだったと思ってね、光と闇を統合するっていうのをね11月1日の時に、決めたんだったっていうのを思い出したんですけれども、これね非常にね些細なことからこう紐解いていくことによって、そこにたどり着いたっていう感じなんですけれども、例えばある方は例えばね、ドラマとか見てる時に人が攻撃されてるようなシーンを目の当たりにすると見てられなくってすぐ消しちゃうこととか、比較的パワーのね、強い人の前では自分がなんかこう下手にこうへりくだりすぎてる自分がいるのに気づいてるっていうようなところを紐解いていったら、養成時代にねの自分が出てきたり、あと別の人はね、ダメンズにね力を奪われてる過去生の自分が出てきたりとかね、いろいろ、全然ね事象は違うんですけれども出てきました。でそのね統合のプロセスっていうのはねお一人お一人違うので、その、セッションの中ではそれを、誘導していくわけですけれども、基本的にはそのネガティブと思われるような感情とか状況を体験した自分を否定している自分がいるわけですよね。そこに気づいてそれを受け止めていうことがすごく大切になってくるわけです。でいずれもね面白いのが皆さんね統合をした後に自分がね大きくなった感じがしますっていうコメントをされていて、全く同じ感想を述べられているのがとても面白いなと思います。この統合がね、起こった方々は、何回かねセッションを、重ねられてきた中で、今回ね一つの大きな統合が、ちょっとしたね、テーマの深掘りから、出てきた感じですけれどもね、キーワードはね救わなきゃいけないみたいなところにあったんですけどね。はい。で、プカラギではね、こういうね隠された自分、自分の中にねまだまだ知らない自分というか、自分の中のようなもう自分の外に切り離しちゃってるようなそんな自分とかもね、たくさんいるので、そのねあなたの知らないあなたがいる、あなたのね秘密に出会う144日間のジャーニーセッションみたいなのをね、近日リリースしようかなと思っています。時空を超えた旅をねしながら、あなたのなんて言うんでしょうね、秘密を紐解いていって、でその統合の喜びとともにね、視点が変わり、エネルギー値が高まって、要は自分がね大きくなっていくより、そしてそうなると物事を選ぶ選択の基準が変わってきます。そして実際選択が変わり、タイムラインが変わり、人生が変わりますね。そんな、なんていうのかな、自己発見というのはねエンドレスに続いていくものですけれども、そのうちのね144日間ご一緒してみませんかって、いうねそんなセッションになりますね。ご興味のある方は、公式 LINE にねご登録いただいたり、ホームページのメールフォームからね144日とか言ってね、書いて、いただいてお待ちいただければと思います。人数ねたくさんは対応できないですので、人数限定の、受付となりますので、ご連絡いただいた方からね順番に、準備でき次第、ご案内したいと思います。
はい、そんなことで、今日はそうですね、最後にバランスポスチャー一つね、これねずっと、ギャラクティックアップデートに参加いただいている方はね、ご存知ですけれども、何かねグループでワークをするような時にお互いのこうなんていうんですかね、波長を合わせるためのワーク、簡単なポーズを今日はご紹介したいと思います。ですね、前もやったと思うんですけど、簡単軽くねこう握る、軽く握って親指ここで蓋するような形で、右手は胸の上に、左手は膝の上に置いて呼吸をする。これを例えばグループでね集まった時に、全員で例えば2分とか、目を閉じてただ呼吸をする、呼吸に意識を合わせる、そういったことをすると、そのね、グループの中でのちょっとバランスが取れますので、そんなことをもしねなんかそういう機会がある方は使ってみられたらいいんじゃないかなと思います。もちろん自分一人でやるのもね非常に落ち着きますのでおすすめです。はい、そんなことで今日は、ハートの豊かさについてさらに、少しお話ししてみました。ではまた、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。